はい、というわけで今ここのサムスンアンパックドの会場に来ました。めちゃくちゃ熱気がすごいです。人がめちゃくちゃいて、これからちょっとこの会場の中で新製品が発表されるっていうところで行ってみようと思います。いや、すごい人が。メディアです。いや、行ってきます。行きます。すげえでかいですね。でかっ。represent the monumental hotel. So the overall display explains the and the ultra-wide and telephoto. Now bigger. これはいいっすね。 You can enjoy up to 8 more hours. シルバーシャドウいいな。シルバーシャドウ。An exclusive newcomer. はい、というわけで終わりました。いろいろね発表されて、やっぱフォールド7かな、フォールド7がめっちゃ薄いっていうところで、そこがねちょっと実際どんぐらい薄いのか確かめてこようと思います。あと Z フリップ7もね、いつも僕使ってるスマートフォンのこのクリックスのキーボード、これ使えるのかなとか、これ使えたらあの画面の大きさ最高じゃないと思うので、ちょっとその辺もね試していきたいですね。実際この後ねちょっと会場を移動してタッチ&トライ行けるみたいなので、ちょっと触ってこようと思います。今から移動です。お久しぶりです。あつしくです。はい、というわけでアンパックドのタッチ&トライ会場に来ました。めちゃくちゃでかいんだけど、こんなでかいなんか工場みたいなところでこういう風にねタッチ&トライができて、新機種がそれぞれいろいろなところに散りばめられています。なんかこっちだとちょっとね動画を撮るスペースとか、実際にこう実際の色に近いような感じで見ることができて、ここはちょっと概念的なラウンジっぽいスタイルで動画が撮れる。そしてこっち側はヒンジの構造とかですね、どんな風な構造になってるのかとかをこっちではなんか技術的な中身をねこう紹介してくれるブースになっているみたいです。じゃあちょっとこれからタッチ&トライしてきます。はい、というわけでこちらが今回発表されたフォールド7ですね。やば、めちゃ薄い、そしてめっちゃ軽いです。これ折りたたみスマホでこの軽さっていう感じなんですが、このはやっぱ折りたたみなんだ。本当にディスプレイとかも普通に綺麗で折りたたみなんですけど、今回ちょっと衝撃ですね。これは僕が使ってるこの Google Pixel 9 Pro Fold も薄いっていうので結構人気なんですけども、それをさらにいく薄さ。ピント合ってるかな。こんだけもう1枚画面足せるんじゃないかっていう薄さですね。これすごいな。どうなってんだろう。でスペック的にもそんなにねなんか今までのものと遜色ないというか、基本的にちょっと進化しているっていう感じで、それでいながらこの薄さっていうところがえぐいですね。これは凄まじいなと思います。でさらにこんだけ薄くなったのに今回カメラが強いんですよね。でかい前のモデルと比べると明らかに大きさが分かるんですけど、今回メインカメラに2億画素の25ウルトラとかああいうシリーズについているカメラをここにね乗っけてくれたおかげで、今までちょっとカメラが弱いからメインじゃなくてサブで使ってカメラ別でみたいなのも1台でできそうっていう、ギャラクシーなんでちょっと味濃い色付けになるから、どのぐらい日常で使いやすいかっていうのはちょっとねまたこれから試していかないと分かんないですけど、カメラが強くなったっていうのは純粋に嬉しいポイントですね。いやーこれでも衝撃じゃない？この感じで、これ前のフォールドのウルトラシリーズをね踏襲している形なんですが、ちょっとね画面がリモコンっぽい広さじゃなくてちょっと広くなってるんですよね。リモコンみたいに細長すぎずに、ちゃんとメールとかも打ちやすいようにこんな風にね、嬉しい。ここがこれ普通に入力しやすいような長さになっています。
動画とかも見やすいようなで、これ閉じたまんまでもメッセージとかはしやすくて、で開くといやいいわ、こういうスタイルですね。でなんで今回これこんなに薄くできたかっていうと、実はね一応からくりもあります。まず1つ目が S ペン非対応です。 S ペン非対応なんですね。まあこれはね結構気になる人は多いんじゃないかなと思います。これはね今までこの広さで手書きでメモとかできたっていうのが1個やっぱり売りだったんじゃないかなと思うんですが、 S ペンがね非対応になってしまったことで、例えば iPad mini みたいなのの代わりに、まあこれをねポケットに入れて持ち歩くっていうで手書きもしたいっていうね用途にはすごくマッチしてたんですけど、今回まあどっちかっていうと薄さとかの方がやっぱスペック的にもね動画的にもこう薄くなったの方が話しやすいから、まあ、そっちでねちょっと取られちゃってるかなっていう感じはあります。でもう一つがこれバッテリー容量ですね。 Z フリップ7とかとあんまり実は変わんないんじゃないかっていうバッテリーで、それでいてねこの明るさ、そしてこの中身、このサイズっていうところで、これはね結構丸1日使えるのかっていうのはちょっと気になるところですね。一応ソフトウェア処理の制御の方で、バッテリーはね持つようにしてるらしいんですけど、それでもやっぱ物理的な制限っていうのはすごく大きいし、実際フリップ7とかも今回もね大幅に容量をアップしているっていうところがあって、これは結構大丈夫なのかっていう気はしています。とはいえやっぱ技術的な進歩でこのサイズ、この軽さに収めてくれるっていうのは相当熱いと思うので、これはねどういう風にまた使えるかっていうのは今後紹介していきたいところですね。こちらカラーは今のところ何色展開なんだっけかな、なんかオンライン合わせると結構5色展開ぐらいあった気がするんですが、この会場にあるのはブラックとネイビー系のやつ、そして、シルバー系かな。これは結構欲しいなと思うんですが、このシルバーのやつ、いや薄くて軽い、2枚でもこのサイズですからね、すごいわ。せっかくなんでこれで見ていくんですけど、デザイン的には今までをね踏襲した形で、このヒンジの部分も Z フォールド6と同じような色味、そして光沢感、この背面もですねガラスも同じような感じなんですが、これなんかヒンジの構造が今までと全く違うみたいです。より薄さを追求しているらしくて、こう開いた時のねここのたわみ具合とかをこの固定する器具の中が変わってるみたいですね。それによって画面のたわみみたいなのが減るので、よりこうヒンジの折り目みたいなのが目立たなくなるよみたいな話をしていました。カメラとかどんな感じなんだろう。これでカメラ見るの難しいと思うんですが、でもなんか前のやつよりすごい鮮明になってる気がする。これなんかすごいかも。2億画素にしてみたい。これ今2億画素なんですけど、違うんかな。いいかも。フォールドシリーズにしてはすごい良くなってる。なるほどね。ちょっとやっぱセンサーサイズ的なディティール感というか、スマホで撮った感じは残ってるんですけど、このフォールドで開いてここまでズームしてもなんか普通に使えるというか、今までだったらこのぐらいだった気がするんですよね、フォールドの画質なんですが、2億画素であることによってこれでもこんなに鮮明に撮れているっていうのは正直めちゃくちゃいいです。これは結構実用的かも。2億画素にすると43メガになるので、サイズはねかなり普通のカメラで撮ったよりも大きくなるんじゃないかなってとこなんですが、どこをこうやって切り取ってもよいしょガシッと綺麗に鮮明に写してくれるっていうところはいいな。なんかここは2億画素どのぐらい綺麗なのかっていうのをちょっと気になったのでパソコンに写してみたんですが、これはね会場の写真ですね。結構ディティールまではっきり写ってる気がするんですが、こんな感じでズームしていくとすごくないですか。結構細かいディティールまでしっかりと写せていることが分かります。あんまり画素数でカメラの良し悪しを判断することはないんですけど、やっぱね細かいところまで鮮明に写ってる印象ですね。結構すごい。ここまでズームしてもあんまり破綻してないのがすごい。続いてこちら物撮り的な感じなんですが、カメラを撮ってもこんだけ綺麗にディティールが残っているの結
構驚きです。結構ギャラクシーってね、色の味付けが濃い印象があってちょっと不自然になりがちだったんですが、2億画素のカメラで撮ると結構ね色味も自然だし、ディティールまでしっかりとここまではっきり写っていることが分かります。これはなかなかじゃない。あとはこれは会場で撮った写真なんですが、ここにトバログがいるんですけど、ここまで寄れますここまで寄っても一応ね顔がしっかりと分かりますね。このぐらいズームしてもこの上のところのディティールがしっかりと残っていて、すごって感じなんですが、元々の写真はこんなに幅広です。2億画素だからめちゃくちゃいいっていうよりかは、普通にもうスマホのカメラとしてかなり綺麗に撮れるってことがこれで伝わるんじゃないかなと思います。Galaxy Z Fold 7の構造がこんな感じで実際に見ることができます。 TI プレートみたいな。でも OLED パネルもめちゃくちゃ薄いんですね、こうやって見ると。でこれがカーボンファイバーシートみたいなのが入っていて、ヒンジまでは見れないかな。ヒンジ構造ありました。こんな感じで Z Fold 6はこういう構造だったらしいんですよ。ちょっと円を描くようにこの内側に折りたたむスタイルになってたらしいんですが、 Z Fold 7はかなり大幅に変わってますね。パッと見どんぐらい薄くなってるかっていうのは分かんないんですけど、この黒い部分がねなんか厚みが一応変わってます。でもこんなちょっとの差であんなに本体の厚さ変わるんだね。はい、そしてお待ちかねのZ Flip 7かわいい。ってか画面でか画面でけこれはいいですね。めちゃくちゃかわいい感じ。ここまで進化したか。これもちょっと触れていこうと思います。やっぱ Z Flip 7の売りは何と言ってもこの画面の大きさなんじゃないかなと思います。この前面がバーンって画面になってるのは思ってる以上に前モデルより進化してるし、迫力がある印象ですね。で開くと普通にこちらもねちょっと大きめな画面になっているっていう、前のモデルよりもね全体的に大きくなっている感じなんですけど、この感じだったら結構このカバー画面でこうねサクサクといろいろなことができるんじゃないかなと思います。ちなみに今手元にあるのがモトローラレーザー50なんですが、これと比べちゃうと画面の大きさだいぶ印象違うんじゃないかなって感じです。で個人的にはねこのケースが使いたいんで今はこれを使っているんですけど、入るかなこれ。これが入ったら最強なんですよね。ちょっとせっかくだから色を黒で合わせたいんですが、これが入ったら最強だけどさすがに入らなそう。さすがにちょっとねサイズが大きいんで入らないんですが、これ用のケースはぜひ作ってほしい。そしたらこの画面のサイズでメールとかねテキストの何かしらとかをこうサクサクと打てると思うし、あと外部のねアプリを使えばこのまんまねこういろんなアプリを使うっていうこともできるので、これでやりたいですね正直。今回の Z Flip 7はハードウェア性能的なね進化でいうとやっぱディスプレイが大きくなったよとか処理能力上がったよぐらいな感じで、そんなにフォールド7ほどの目新しい進化はしていない印象です。なんですが、一応 AI を搭載していて、僕あんまりこういうなんかねチャット GPT とかそういう専用の AI の方が実はいいんじゃないかと思っているんですけど、これでねマルチモーダル的になんかこの中のジェミニに対して話しかけて、今の状況とか、あとノートに書いといてとか、そういうのがねこの OS ベースでできるようになってるってところで、一応謳い文句としては閉じたまんまでもある程度の作業というか、メモとかそういうのがこれでできるよみたいな話でしたね。正直日本人的には外でねこう話すって結構ハードル高かったりもするので、ぶっちゃけテキストメッセージとかテキストで入力できた方が正直いいなっていう感じはあるんですけど、海外とかだとやっぱねこうやってナナナナナみたいなこういう感じでねビデオ通話してる人たちたくさんいるので、その文化の文脈でいくと
いいんだろうなって感じですね。あと1個嬉しいのだとバッテリー容量がまたちょっとさらにアップしています。前のね Z フリップ5の時は本当に一日中持たないぐらいのバッテリーだったんですけど、そこから考えると 600mAh ぐらいかな、そのぐらいバッテリーの物理的な容量が伸びているので、そう考えると結構一日中持つようにはなるんじゃないかなって感じですね。この辺いろんなねソフトとか入れていくとどんどん変わっていくんですが、Z フリップ7は画面の大きさとバッテリー容量が大きくなったっていう、2大巨頭かなって感じです。ちなみに今回カラーはブラック的なやつと、名前忘れちゃったんですけど、ブラック的なやつと、あとちょっとネイビー的なやつ、これ可愛いんじゃない？ネイビー的なやつとコーラルっていう割と真っピンクみたいなやつの3種類がね展開されている印象ですね。あと限定カラーでミントとかオンライン限定でシルバーとかがあった気がするんですけど、実際どうだったかな。ちょっとそんな感じでカラー展開はこんなところです。価格に関しても10万円台中盤っていうところでちょっと頑張って買うような感じかなっていう気はするんですが、割とスペック的にも普通のスマホと遜色ないレベルなので、そこは意外といいのかなって感じですね。はい、Z フリップ7、これすごいのが画面がでかいんで、この自撮りとかがやっぱね迫力ありますね。で結構広角カメラだし、5000万画素のねメインディスプレイ、メインカメラで撮影ができるので、こうやってね楽しげにこう撮影していても結構な高画質で撮れるっていうところはやっぱ1個フリップ7魅力なんじゃないかなって感じです。で今がね1倍なんですけど、これ0.5 倍にするとめっちゃ広いんですよね。こんな広く撮影できるし、一応こう2倍みたいなメインカメラを2倍にして使ったりとか、4倍、10倍とかはねさすがに無理があるんですけど、基本こうやって広めでみんなでこうピースとかしながら撮影できるのは熱いなと思います。撮影はここかな。おー、いいですね。やっぱこのタリーモードみたいなのいい。最初ピカピカ最初ピカピカしてこのまんま置いた状態でイエーイみたいな。で多分これクイッてやるとこのまま 0.5 になるんでめっちゃ広くも撮れるし、いいですね。大画面。はい、ちょっとね1個試してみたいことがありまして、これです。 XREAL1 とかを使って DeX モードはこれでできるのかっていうのはめちゃくちゃ気になってるんですよね。前のモデルは使えなくてこれでできたら最高だなと思ってたんですけど、できんのかな。今回のモデルちょっと挿してみます。DP オルトモードって言って映像を送るっていうのは前からねあったんですけど、あれ、すごい、待って、これ DeX モードかもしんない。これDeX モード来てる。DeX モード来てる。やばいやばいやばい。これ今回一ちょっと驚きなんですけど、本当だ。やばくないですか。でこれトラックパッドみたいになるんでどういう向きだかわかんないですけど、本当だ。これで外部のキーボードを使えばこのコンパクトさでパソコンできます。これめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいっすね。今回閉じたらどうなんだろう。閉じてできたら最高なんですけど。できる。できるんすか。できる。ちょっとやりたい。めっちゃいい。本当だ。ポケット入れてできるじゃん。閉じたまんま。これでここで操作はできないんですけど、この DeX モードを表示したままここに画面を、もうこれ画面固定できるんですよ。ここに XREAL1 だと画面固定できるんで、このままポケットにこう入れて、でキーボードとかを使えばもうこれでやばい。これ完成です。いや映ってないかな。めっちゃ見づらいと思うんですけど、こんな感じで映ってます。今画面が DeX モード。うわやばい。これ今はね開いた状態なんですが、閉じた状態で今つないでいても、よいしょ、DeX モードがつながってる。これはめっちゃ嬉しい。今回の発表で一番嬉しいかもしれない。例えばこれでこのねキーボードを接続すればこれだけでテキストも完結するし、
なんか閉じた状態ではトラックパッド使えないみたいなんですけど、この開いた状態だとトラックパッドをねこっちで使えるみたいなので、それでなんかここでキーボードを打ちながらトラックパッド操作して、これで大画面でこう作業するっていうのができそうです。めちゃくちゃいいんだけど、これ使えないかな。仮にねこれが Z フリップ7で使えたら、これにつないで DEX モードでねこうやってどこでも歩きながら、こうパソコン作業みたいな感じでいつでもどこでもテキストをこのデスクトップでできるって考えると、めちゃくちゃこれはね夢があるんじゃないかなと思います。これはちょっとね正直可能性をもっと試してみたいなって感じです。はいはい、Z フリップ7のブースもいや可愛いですね。 Z フリップ7ってこういうちょっと K-POP 要素というか、なんか可愛らしいものたちと一緒にこう持ち合わせるっていうところがすごい印象的なんですが、今回のディスプレイもいけてます。この黄色いのとかどこで買うんだろう。この水筒とかめっちゃ可愛いですよね。こういう概念的なものたちと一緒にZ フリップ7をこう合わせることで、なんか欲しくなるなっていう気持ちをね高めさせてくれるっていう、Z フリップ7といえばこれですよね。こういうカバーとなんかカバー画面とこの背面を合わせて持ち歩けるっていう、電話してる時とかはやっぱ可愛いよな。なんていうのとコラボしてるのかあんまり分かんないんですけど、だいぶサイズも違うしサイズも違うし薄さも違う、だいぶ単体だと分かりづらかったけど、単体だとこの正面しか分かんないですね。こっち待って、ケースなんだけど、やっぱギャラクシーシリーズは結構純正のケースが可愛いっていうのがね一個ポイントであるんですが、これいくない？このなんかちょっとグレーベージュみたいなやつとかはすごく好きなんですよね。これ合わせたら結構可愛いんじゃないかな。いい。これオンライン限定だと思うんですけど、ベースがシルバー系のやつを合わせたらすごいいいですね。この色味モダンな雰囲気でちょっとオフィスで使うのにも合いそう。あとはこういうちょっとベージュっぽい色があったり、ブラックっぽい色があったり、いろいろあっていいですね。で純正ケースでいうとこういうねストラップとかと合わせる系のケースとかもあったりして、結構可愛らしい感じ。これとか白とかいいんじゃない？真っ白すぎるかな。なんか逆にこっちの方が合うのかもしれない。こんな感じでなんか Z フォールド7シリーズも同じ系統の色ある。結構この色可愛いかも。シルバーとかに合わせたらすごい使いやすそうですね。あと毎回スルーしちゃってるウォッチシリーズなんですけど、今回ちょっとナッシングとかティーンネイジ感ないみたいなこの筐体デザインで、明らかに今までの感じと変わってるんでちょっと可愛いやつがあります。これウォッチフェイスが、こっちかな。こういうのとかだとこれめちゃくちゃ可愛くないですか？なんかこのデザインウォッチフェイスと相まってすごく可愛いなって感じ。これでつけると、こうやってつけるとスマートウォッチ感はあるんですけど、それでも結構いいぞこれ。こんなところあるんだ。ギャラクシーイノベーションジャーニー、ギャラクシーがどう進化してきたかっていうところですよね。ちょっと一応さらっと見ていこうか、せっかくだから。サムスンが発売した最初の携帯がこれ、生まれる前です、トバログが。その後こういうものたち、ガラケーとかですね、その辺が発売されていって、いやこれ衝撃だったよな。正直この Galaxy S が出た時結構世界を震撼させたというか、 iPhone 並みに使える Android がやっと出たぞみたいな感じで、 S2、S3、S6、懐かしい S6 あたり、この辺はやっぱねスマホが個人的には一番面白かった時代で、 Galaxy Note 2とかね、ああいうのも使ってました。この辺のデザインになると可愛いよな、最近っぽくて。で Galaxy Note 懐かしい。ペンがね想像以上にヌルヌルで、個人的にはこのペンにめっちゃ驚きました。懐かしい。
これ最初のフリップですね。画面ないのなんかもったいない気がしちゃいますね。あー懐かしい、この怖いな。リモコンみたいな。いやこの時はやっぱガジェットオタク震撼しましたよね。これの2から僕は持ってるんですけど、いやーでもよくこんなに作ってるよな。2はこんなんで3、4、5、6、7っていうところでだいぶ進化してます。いや今回のこの Z ホールド7ね、めっちゃいい。めっちゃいいですか。めっちゃいい。薄くて軽いのやっぱ最高で、どうですか逆に。いや正直、こんな薄くなると思わなかった。いやわかるわかる。なんかこれまでちょっとずつ薄さとか軽さを出してきてたのに、なんかここに来て急に一気に軽くして薄くして、ここ最近のホールドで最も変わったモデルだと思う。初代の時のようなインパクトがある感じがする。そうですよね。薄いね。薄いっすよね。ちょっといいなって思っちゃってる。いいですよね。やっぱ薄いといいよ。もう中身のなんかスペックもう上がるとこまで上がっちゃってで、あんま不便を感じない。だけどやっぱ物理的な薄さ軽さ重要だよね。はい、というわけでいろいろな端末とかこの会場の雰囲気とかをちょっとね動画に撮ってみたんですけど、やっぱ圧倒的に印象に残っているのがフォールド7の薄さですね。なんかめちゃくちゃ薄くてちょっと衝撃を受けるというか、ちょっと正直価格以外のところで折りたたみじゃないスマホを使う理由ってなんだろうっていう風にね思うぐらい、このフォールドシリーズは結構衝撃を受ける感じでしたね。これ個人的に今まで使ってたデメリットとしては、やっぱこの薄さだとこっから落としてしまったら壊れちゃうんじゃないかっていうところはあったりね、その耐久性的な問題とかはあるにしても、ケースをつけてしまえばある程度保護ができる感じなので、そのケースをつけても従来の折りたたみスマホぐらいの分厚さで使えるっていうところが結構一個強いポイントなんじゃないかなとは思ってますね。もう日本でも割とすぐに発売されると思うので、8月とかそのぐらいになったらおそらく店頭で並ぶから、ぜひこの薄さを手元でチェックしてみてほしいなと思います。結構この持った時の軽さにね衝撃を受けると思うので、そこはぜひ試してみてほしいですね。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。とブログでした。ちょっとお昼食べてきます。お昼ご飯。バイバイ。